旅江です。旅する暮らしに憧れて軽トラックの荷台に家を建てました。小さな家の小さな旅の物語、一緒に楽しんでいただけたら幸いです。今日は大雨。それもそのはず、今夜日本に台風が上陸します。この地域は暴風域には入らない予報です。気をつけながら車中泊を楽しみます。温泉併設の道の駅。まずは温泉に行ってきます。とても気持ちよかったです。少し外に出ただけですが、ずぶ濡れになりました。もう夏ですが、少し肌寒い。夕飯を作っていきます。今日は簡単な料理です。冷凍のチャーハンと
餃子を温めるだけ。あまりのシンプルさ、大胆さに笑えてきました。脳みそ1ミリも使ってないご飯です。もう一つ、わかめスープも作ります。雨はかなり強いです。火が通ったのでひっくり返します。上手にひっくり返せるでしょうか。よいしょ。お焦げができて美味しそうです。次はお湯を沸かします。大雨に続き風も出てきました。チャーハン餃子定食の完成です。
ではいただきます。カリカリ、とっても美味しいです。餃子も美味しい。シンプルイズベストですね。脳みそに直接訴えてくる旨味です。ごちそうさまでした。片付けをしていきましょう。ここでナレーションチャンネルだけのコメント紹介コーナーです。久々の旅江さんの声、すごく癒されます。ナレーション動画ありがとうございます。久しぶり。たくさんコメントいただきありがとうございます。ナレーションチャンネルぼちぼち復活させていきたいと思っています。ぜひこちらのチャンネルもよろしくお願いします。シアタータイム。台風の夜はなんだかそわそわします。部屋を暗くして見るアニメが最高です。夜のお供はどら焼きです。楽しかった。寝る準備をしていきます。
明日未明に一番台風が近づきます。大丈夫でしょうか。不安ですが、おやすみなさい。深夜2時ごろ、ものすごい暴風雨です。車体が揺れて眠れません。雨音もすごい。不安で眠れません。深夜4時ごろ、猛烈な雨です。風も強く、車体がひっくり返るのではと心配になります。怖いですね。結局全然寝れませんでした。一晩中大雨が降り、車体もかなり揺れました。今も風がかなり強く、外の木々が大きく揺れています。雨は横殴りです。生きててよかった。ほとんど一睡もできず寝不足です。朝食モードに切り替えます。
朝食にします。インスタントのお茶漬けです。お湯が沸きました。お湯を注いで3分待つだけです。台風お茶漬けの完成です。いただきます。美味しいです。温まります。ごちそうさまでした。片付けをしていきます。今回は暴風域外ということで、あえての台風車中泊をしてみました。こういった体験はなかなかできません。車中泊は防災訓練そのもののような体験ができ、もしもの時の備えができますね。皆さんも安全を確保した上で一度は車中泊など経験されてみてはいかがでしょうか。
外に出ると風がとても強いです。さあ帰りましょう。今日の物語はここまでですが、小さな家の小さな旅の物語はこれからも続きます。チャンネル登録やベルボタンを押して最新話もぜひご覧ください。コメントや評価をいただけると動画制作の励みになります。初となるエッセイ本も発売しました。概要欄からご購入いただけると嬉しいです。X、Instagram、TikTok も運営しています。そちらも概要欄のリンクからアクセスしてください。それでは次の旅でまたお会いしましょう。ではまた。